こんにちは、近藤美蔵です。今日は愛の統合シリーズの5回目として、パートナーシップの愛を深めるフラワーギフト法をご紹介いたします。それではシリーズ中継スタート。まずはじめに、この方法は現在進行形の恋愛や結婚している相手とのパートナーシップを深めるワークになりますので、恋愛が始まっていない、あるいは終わってしまった関係や一方通行の愛などの場合は行わないようにしてください。恋愛には至っていないけれど、お互いに惹かれ合っている場合や、付き合っているという明確な約束はないけれど、それに準じた関わりがある場合、また終わってしまった関係性でもお互いの思いが残っていたり、つながりが切れていないと感じる場合は試してみると良いと思います。要は相手の心が自分に向かって開いているかどうかで見極めてもらえたら良いと思います。なぜかというと、相手の意識が自分の方を向いていなかったり、拒否したり遮断している場合はワークの効果が期待できないからです。見極めが難しい場合は一度ワークを行ってみると、相手のハートが開いているかどうかを感じられると思います。このワークはパートナーとのつながりにおいて何か問題が生じた時や、すれ違ってうまく生き返えない時はもちろんのこと、そうでなくても2人の関係性をより良くしたい場合に有効な方法です。そして継続して行うほどに2人の愛の純度が高まり、つながりが強くなっていきます。このワークはギフトとして花を使います。なぜ花を使うのかというと、花にはポジティブなパワーが宿っているからです。大地に根を張り、茎を伸ばし、花を咲かせるまでの時間は、花が開いている時間よりも長く、花を咲かせる植物にとって花が開く瞬間は最大の喜びであり、その美しさや個性や輝きが最も表現される時でもあります。咲いている花はこの濃縮した思いによって願いを叶える力や喜びや美の力が宿っているのと同時に、物事を開くという意味のパワーも持っています。私たちが花を飾ったり眺めたりするだけで元気になったり癒されたり、花が贈り物や喜び事に使われるのもこれらのパワーが宿っているからと言えるでしょう。それではフラワーギフト法をご説明いたします。1番、パートナーの相手が自分の目の前に立っていることをイメージします。そして相手のハートの扉が開いているかどうかを確認しましょう。もし完全に閉じているように見えたら、このワークは中止してください。大きく開かれていなくても少し開いていたり半開きなら OK です。2番、自分のハートと相手のハートが一本の道でつながっていることをイメージします。そしてその道の状態を確認してみましょう。道は明るいですか？まっすぐ伸びていますか？障害物などはありませんか？天気はどうでしょうか？花や緑などの植物はありますか？鳥や虫などの生物は？それらは生き生きとしていますか？3番、状態を確認したら、つながりの道全体に太陽の光を注いで、道全体が明るく輝いていくことをイメージします。明るくならない場合は、無理に明るくしないでください。障害物や雨雲などがある場合は、それが消えたり流れていくことを意図します。4番、ハートの扉からミニサイズの自分が道の真ん中まで歩いていくことをイメージします。どんな気持ちがしますか？喜び、恐れ、幸せ、緊張、悲しみなど、正直な気持ちを内観してみましょう。5番、道の真ん中に着いたら愛のフラワーギフトを手に準備します。
好きな種類の好きな色の花で、本数や包装も思いのままで OK です。この時、道の半分から向こう側には行かないようにしてください。そしてどうなりたいかという願望や相手への要求でなく、純粋な愛を表現する花にしましょう。先ほど内観した気持ちにネガティブがあった場合、それらが花のパワーで浄化されていくことを感じます。6番、相手の名前を呼んで、相手が現れるのを少し待ちます。現れてそばに来たら花を手渡しましょう。現れなかったり、現れてもそばに来なかった場合は、花を道の真ん中に置いておきます。7番、花を置いたら道を戻り、ハートの中にミニサイズの自分が入ったら扉を閉めます。以上です。このワークは繰り返し行うことで、愛の純度とパワーを高め、エゴでなく愛に基づいた関係性により変化させることが可能になります。そして繰り返していると、道が次第にきれいになったり、天候や空気、風などが変わってくることを感じられるかもしれません。根付かせるために道に花を植えても良いのですが、切り花の方が瞬間的な強い生命パワーを持っているため、このワークでは切り花を使うことをお勧めしています。ということで、今日の話はこれで終わりです。今回は皆さんが継続して行いやすいようにシンプルなワークにしていますので、よろしければ続けて使ってみてくださいね。また後日説明部分を省いた実践動画をアップしたいと思います。それでは印集計を終わります。